皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回紹介するタイトルはババーン、ついに来ました。デュエットナイトアビス第2回クローズドベータテスト。第1回のテストで話題を呼んだこの作品、正直ここまでやるかってくらい進化してます。前回に引き続き事前にプレイさせていただく機会をいただきましたので、今回はまだデナービ知らない人にも分かるようにゲームの概要や CBT2 の追加点など、プレイした感想、気になる点などしっかりと解説していきますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ということで、チャンネルの登録していない方はぜひこの機会にチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは進化したデナービについて曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。まずはざっくり概要から。タイトル名はデュエットナイトアビス、通称デナビ。開発はヒーローエンターテインメント傘下のパンスタジオが手掛けるリアルファンタジー全方位爽快バトル RPG。 対応プラットフォームは PC、iOS、Android と幅広く、グラフィックもめちゃくちゃ綺麗。物語の舞台は魔法と機械が共存する世界。プレイヤーは月狩り人と呼ばれるキャラクターを操作して謎に包まれた夢の中の少年と出会いながら過酷な運命に立ち向かっていくというちょっとダークで幻想的な世界観です。本作の魅力の一つは全キャラクターが全武器を扱えるという独自システム。近接、遠利武器どちらもシームレスに切り替え可能で、戦闘の幅がとにかく広い。大群の敵を一気になぎ倒す爽快感を味わえます。しかもスピンジャンプやスライディングといったパルクールアクションを駆使して360度自由に駆け回る。探索も戦闘も立体的に行動できるのも魅力。またジェネモンと呼ばれるペットの育成要素も楽しめる内容ということで、ここまでがざっくり概要です。次に第2回ベータテストの注目ポイントを見ていきましょう。今回変更点を全てお伝えしようと思ったんですが、想定以上に変更点や追加要素が多く全て伝えることが無理かなと。なのでその中でも注目したい要素をお伝えします。まず前回との大きな違いとして、ダブル主人公が完全に解禁されました。月狩り人の少年少女と夢の中の少年少女、どちらの物語も体験可能になりました。これは嬉しい。ストーリーの見え方が本当に変わります。思ってたのは初回に少年主人公を選んだら次は強制的に少女主人公になるのかなって思ってたんですが、そういうことはなく少年少女自由に選ぶことができます。少年と少年、少女と少女といった組み合わせも可能。これはなんか新しいですよね。個人的にはどちらも少年と少年でやるとなんかモテてる感じがします。なのでちょっと嬉しいですね。そしてストーリー第2章の開放、夜の公開編の続きや新章黄昏の停泊編がプレイ可能になって、ムービーシーンや追加シーンなどさらにセリフの言い回しなど結構変更点もあり、だいぶ演出面が固まってきたのかなといった感じ。その結果物語自体に深みが出て没入度も高くなってます。追加シーンが多くてマジびっくりしました。そして新たにガチャに調整が入り、初心者向けの星5キャラ確定ガチャが追加され、序盤から強キャラでバシバシ進めるように育成テンポもグッド。この選べるキャラの中で優秀なのはシビルとニフル夫人。どちらも強力なスキルを持っていて、シビルはアタッカーとしてトップクラス、ニフル夫人は光と闇の二属性を切り替えながら使う範囲スキルや引き寄せやバフなど効果があるサポートスキルなど多彩なスキルを持っているので優秀です。特に広範囲の範囲攻撃なので敵の殲滅力が高いです。そして新コンテンツの追加ですが、このゲーム育成クエストから高難易度ボス戦に至るまで様々な要素を持った豊富なエンドコンテンツがあり、その中でも今回注目したいのはラビリンスと体験型劇場。ラビリンスの探索の目的は足跡というポイントを集めること。これがスコア代わりで集めた量に応じて報酬と交換できます。しかもラビリンス内ではあらゆる魔のくさびの効果が無効になるため、いつものビルド構成が通用しないという癖の強さ。これはやりごたえあります。さらに戦友も同行できない仕様なので完全に自分の手と判断力が頼り。探索は暗影と呼ばれる戦闘ゾーンを突破していく形式で、
美貌、離散、浸水、思案といった難易度が段階的に上がってきます。最終的に最新の影を突破すればそのラビリンスの探索は成功という流れ。途中には休憩エリアもあり、ここではエンバーというアイテムを使った取引チャンスがあったり、回復アイテムを持つ霊長が出現することもあるので、運が良ければかなり助けられることも。さらにたまに遭遇する反響エリアでは様々なイベントが発生。これが完全にランダムで、バフだったりデバフだったりと予想外の展開が待っているので、まさに一筋縄ではいかない迷宮探索を楽しめる仕上がりです。また体験型劇場は戦略と編成の総力戦。名前だけ聞くとちょっと演出寄りの要素かなと思いきや、これが意外とガチ。まさに高難易度エンドコンテンツの名にふさわしい構成です。体験型劇場は古典劇、話題作、不滅の名作という3部構成で展開されていて、前の劇をクリアすると次の劇が開放されていくという段階式のコンテンツ。最初の古典劇は一度限りの挑戦型で、その後の話題作と不滅の名作はアップデートによって内容が変わっていく、いわば進化型チャレンジモードって感じです。ステージごとに制限時間が設けられていて、その中で敵を全て撃破すればクリア。成功するとスターとチケットが手に入り、スターはスコア報酬に、チケットは劇場記念ショップでアイテムと交換できるというちょっとしたイベント感もあって、遊びがいも抜群。特に注目したいのが古典劇と話題作の中身。これは勇者帰郷と勇者生徒という2ラウンド制になっていて、2チーム構成して交互に挑むというかなり本格的な構造。どちらのチームが途中で全滅したり時間切れになったらその時点でストップっていうルールなので、単なる戦力ご利用しじゃなくバランスの取れた編成が必要になります。そしてこれだけではなく、他にもやり込み系コンテンツとして魔のくさびを回収できるノクトボイジャー、ミッションを使うことで遊べる依頼のミッションなど、遊び応えのあるコンテンツ量です。これだけ準備されていると何から遊ぶか迷っちゃいますね。なので CBT2 は内容がほぼ別ゲーになるレベルでブラッシュアップされていて、パンスタジオの本気度が伝わりました。続いては魔のくさびビルドの魅力に迫りたいと思います。デナービといえば忘れちゃいけないのがそう魔のくさび。これはいわゆるビルド強化のキーとなる要素で、キャラや武器に魔のくさびを装備することでステータスやスキル効果、戦闘スタイルを大幅にカスタマイズできるシステム。くさびの種類が数多くあり、どんな風に組み合わせるのが良いか序盤は結構悩んでしまうかもしれないんですが、嬉しいことにキャラや武器ごとにおすすめ設定一覧があるので、まずはこれを参考にビルドしてゲームを進めるうちにくさびのレアリティも高いものを入手できるようになるので、慣れてきたらこのビルドを基準にしつつ少しずつ入れ替えてオリジナル構成を考えるのが良いかと思います。特に個人的にはキャラの特性を伸ばすのはもちろんなんですが、仲間に遠利武器を装備させる場合は何よりも銃弾を豊富に所持できるビルドがおすすめかなと思います。特にボス戦においては弾薬の確保がかなり厳しく、長期戦に発展する場合があります。弾薬不足に陥るとスキルの発動しかできず、ほとんど攻撃に参加できなくなるので、このリスクを回避するために弾薬増加できるくさびを装備しておくと良いかと思います。さらに魔のくさびは装備する色や効果でバフの組み合わせが無限に広がるので、プレイスタイルに合わせた火力型、範囲型、回復寄りなど自由に構築可能。しかも厳選不要だからビルド構築に時間を吸われすぎないのも嬉しいポイント。ソーシャルゲームラボ。そして今回の CBT 注目の一つである新プレイヤブルキャラは6名。簡単に追加されたキャラを紹介すると、1人目は前回の CBT で登場したダフネ。陽子鍛錬回復持ちの優等生でめちゃくちゃ使えます。回復いないとかなりきついので重宝しますね。そして嬉しいことにストーリーを進めれば無料で仲間になります。続いて2人目は歌手。現時点で詳細は不明ですが、所属は歌手、風刺やユーミンなどと同じ勢力。セリフから推察するとひょうひょうとして若干ノリは軽いけど言っていることは意外と深い、そんな流れ者って感じのキャラっぽいですね。軽口の奥に鋭い観察眼と本物の覚悟を持っていて、剣に対する姿勢はものすごくマジ。そして3人目はニフル夫人。
どんな場面でも動じない静かで神秘的な魂のガイドって感じのキャラっぽいです。死者を見送る役目を背負いながらもどこか優しさと気高さがにじみ出る頼れる大人枠ってやつですね。日食と月食を切り替えて戦う二属性使い、範囲デバフ、引き寄せ、スキルポイント節約バフ、強化状態など戦術的な支援もでき、広範囲の範囲攻撃持ちなのでかなり優秀です。次に4人目はファンタジオ。優しさと情熱を秘めた俳優志望の音楽と思いを背負う戦士って感じのキャラで、帝国の実験によってちょっと悲しい設定のキャラなんですが、普段は穏やかなのに獣化で一気に狂気と闇を解き放つキャラに変貌します。そしてロマンあふれるビーム攻撃が意外と優秀で使い勝手がマジ良いです。続いて5人目シリュウ。ちょっとつかみどころがない丁寧でミステリアスな後期系商人って感じのキャラですね。呉服を貯めて一撃を叩き込む戦闘スタイルも優雅な立ち回りで見せるタイプです。タップとためによるスキルが変化して攻撃はもちろん自身にバフをかけたり、さらに呉服の枚数によってスキルが大幅に強化されるので使い勝手が良いです。そして最終6人目、我らがアイドルリズム。はい、めっちゃ押していきます。まず見た目がやばい、めちゃめちゃ可愛いし、衣装のデザインもすごく凝ってていいですね。さらに性格もものすごく良くて、規律を守りつつも自分の制御をしっかり持っていて、ちょっと天然な女の子。この設定は意外とずるい。スキルは雷属性と電化状態を活用したフィールド制圧とデバフ重視の範囲支援アタッカー。直線移動しながらルート上の敵に範囲攻撃を行ったり、自分と周囲の味方の移動速度をアップさせながら毎秒ランダムな敵に雷属性ダメージを与え、静電化、不電化をランダムで付与し、不電化を持つ対象を自動で引き寄せ雷属性ダメージを与えるというギミック型スキルなど、ちょっとピーキーなスキルではあるものの使いこなせればかなり優秀。何にしても可愛いは正義なので、強かろう弱かろう関係ございません。それが推しキャラです。推しは押せる時に押しておけ。はい、ちょっとキモいんですがこんな感じで新キャラが6名追加されました。どれも強力なキャラなので手に入れたら育成して損のないキャラたちです。それでは実際にプレイした感想をお伝えします。まずは良かった点。ストーリーではシーンの追加やセリフの変更を加えたことで会話に深みが増し、またリップシンクがはっきり分かるようになり物語への没入感が高まってます。敵の数が向上しリポップ頻度も速くなった感じがして、より無双感と爽快感が得られるようになりました。グラフィックがさらに向上し、キャラの縁のギザギザがだいぶ落ち着いて、アンチエイリアス処理が向上しキャラの魅力が引き立つようになってます。そしてエンドコンテンツの豊富さ。定番の高難易度ボス戦やサブクエストはもちろん、育成関連のクエストに関しても豊富な種類が用意されており、ただステージをクリアするだけではなく殲滅や護衛など様々なクリア条件があり遊び応えがあります。また今回 CBT2 で追加された2つの注目の新コンテンツ、ローグライク系ダンジョンのラビリンスと3部構成の体験型劇場。単純な高難易度ボス戦とは違う戦略性の高い内容で遊び応えは十分です。本作がただの美少女アクションゲームにとどまらない本気の戦略コンテンツと進化してきた証でもあります。これはエンドコンテンツ好きのプレイヤーにはぜひ一度体験してほしいコンテンツですね。あとキャラに用意されている新衣装がどれも素晴らしい。全体的に暗めの世界観なので明るい衣装になるだけで世界が明るく見える。そしてカラー変更も可能なので自分好みの色に着色できるのは嬉しい仕様。キャラによって露出度高めの衣装なんかも出てきそうで、これからワクワクしちゃいますよね。個人的には推しのリズムのジーンズと T シャツ姿とか世界観合わなくなるのでダメかもしれないけど見てみたいあとマギーがどんな衣装になるのか気になりますね。良い衣装を着させてあげられると良いですよね。そして良いところばかりではなく気になった点がいくつかあって、それをベータテストという段階でわざわざダメ出しするのは野暮なので、まとめてその辺は開発へお伝えしております。ただその中でも気になった点で一つだけお伝えすると、難易度についてですね。雑魚が硬いので倒しがいのある敵になっていて、画面外からの遠離攻撃などあるのでこちらがニュータイプ的な感覚にならないと回避しにくいです。そのためある意味やりごたえのある内容となってます。まあせっかく無双系のジャンルなので大群が解けるような
爽快感を味わえるともっと良いかなと思いました。ただ当然これは僕一人の意見だって、もし今プレイしている方たちが気にならなければ問題ないと思います。逆にあれって思う方はぜひそういった意見をアンケートで答えてくださいませ。それがより良いゲームを作る上での参考になると思います。あとコメント欄にも書いてくださいませ。開発の方見てくれると思うので、いろいろと意見をお待ちしております。そして今後への期待ですが、今回のベータテストの結果を見てぜひ良いものにブラッシュアップしていただき、次回につなげてほしいというところですね。もうそれ一択です。開発の方もめちゃめちゃ大変かと思いますが、無理せず頑張ってほしいところです。ソーシャルゲームラボ。はい、今回はデュエットナイトアビス第2回ベータテストでのプレイレビューとなりましたが、いかがでしょうか。回を重ねるごとに良いものへと進化しているので、ぜひ今回のテスト結果をうまく反映し、良いものへ回収してくださいませ。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。